こんにちは。今日は大きな花の透かし編みでバッグを作っていきます。こんな感じでだいぶ大きな花の模様で6枚の花びらのすごく可愛い模様になっています。でこのサイズは幅が約21センチで、底の幅がだいたい5センチ。今日はこれをもう少し大きいサイズで編んでみようと思います。今回はこの薄緑のミントを使います。でこれはダイソーさんのリサイクルコットン 100% で、ミントで 50g 約 120m、 手洗いができて綿100ので、使用かぎ針の目安が6号で、これと同じくダイソーさんのレースヤンの太いもので、色はスペアミント、これを一緒にしてで7号で編んでいきます。であとはマーカーととじ針を使います。2本の糸を一緒にして鎖編みをしていきます。で鎖編みを29目、この時はちょっとゆったりと編んでいきます。で幅を変える場合は29目から6の倍数で増やしたり減らしたりしてみてください。で29目編んでいきます。鎖編みが終わったら底を作っていきます。で底の1周目はこの鎖の両端の目に細編みを3つ、こっちも3つで、3つのうちの真ん中からスタートして、で2つ入れてぐるっと編んで、最後に同じところに細編みをもう一つでぐるっと編んで、もう一度入れるので、最後の目にマーカーをつけておきます。でこの目に細編みをします。細編みをするので、まず鎖を1つで、針から1にマーカーのところに細編みで、表からではなくて裏山、ここに細編みを1つで、これが底の1周目の最初の細編みなのでマーカーをつけておきます。で同じところにもう一つ、これで一つの目に細編みが2つで、ここからは一つの目に一つの細編みをしていきます。まず隣にで、次もで、次もで、このまま一つの目に一つの細編みを続けます。でこの一番端の手前まで、反対側まで来たら端の目には細編みを3つ、まず1つ目で、次は2つ目で、2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せておきます。で2つ目で、次は3つ目で、3つ目を編むときにはこの糸端を今度は手前に寄せておきます。針の上を通って手前で、このまま3つ目で、この方がこの目が目立ちにくくなります。で今3つあるうちの1つ目と3つ目にマーカーをつけておきます。で次の周でここに増し目をします。で次は1つの目に1つの細編みをしていきます。まず3つ入れた隣の目、ここに細編みで、この糸端は編みくるんでいきます。で次も同じようにで、糸端は編みくるんで、で
次もで、このままこのマーカーの手前まで編んでいきます。で、ぐるっと編んでスタート地点まで戻ってきたら、最初につけたマーカーに最後の細編みで、最後の細編みにはマーカーをつけておきます。で、これでこっちにも細編みが3つ、こっちにも3つで、最初の細編みに引き抜きます。これで底の1周目が終わりました。で、次は2周目で、2周目はこの3つあるうちの端の目に細編みを3つ、こっちにも3つで編んでいきます。まずこの目には普通の細編み、鎖を1つ、根元に細編みで、1つ目にマーカーをつけておきます。で、次の目には細編みを3つ、ここに細編みを3つで、3つあるうちの真ん中の目にマーカーで、ここからは1つの目に1つの普通の細編みで、このまま反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。反対側の端でもマーカーのついた目には細編みを3つ、この目に3つで、3つのうちの真ん中の目にマーカーで、真ん中は普通の細編みこの部分は普通の細編みで、次はマーカーのところに細編みを3つ、1、2、3で、3つのうちの真ん中にマーカーで、ここからはまた1つの目に1つの細編みをします。で、このままマーカーの手前まで編んでいきます。2周目の終わりでもマーカーのついたところには細編みを3つ、1、2で3、3つあるうちの真ん中の目にマーカーで、最初の細編みに引き抜きます。これが最後の細編み、一応マーカーをつけておきます。で、最初の細編みに引き抜いて2周目が終わります。で、次は3周目。3周目はこの3つのうちの真ん中に細編みを3つ、こっちも3つで、まず鎖を1つ、根元に細編みで、これはこの部分で普通の細編み
でこれが3周目の最初の細編みなのでマーカーをつけておきます。で次もマーカーがついていないので普通の細編みで、次はマーカーのついているところ細編みを3つ、ここに1、2、3で3つのうちの真ん中にマーカーで、またここからは端まで細編みでマーカーの手前まで編んでいきます。3周目の反対側マーカーのついたところには細編みを3つで真ん中にマーカーでマーカーのついていないところには1つの目に1つの普通の細編みで、またマーカーのところには細編みを3つで3つのうちの真ん中にマーカーで、また1つの目に1つの細編みを続けます。で反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。3周目の終わりでもマーカーのついたところには細編みを3つで3つのうちの真ん中にマーカーで、次は最後の細編み、ここは増し目をするところではないので1つの細編みで、ここにもで最後の細編みにはマーカーをつけておきます。で最初の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。で次は4周目で3周目2周目と全く同じです。この増し目をした真ん中に3つ、ここにも3つで、まず4周目は鎖1つ根元に細編みで、このまま普通の細編みをしてでマーカーのところには細編み3つでぐるっと編んでいきます。側面の模様編みの編み図を描いてきました。で立ち上がりの部分の鎖の数が変動していることと、あとここの情報量がちょっと多くてでぐるっと編んでから最後の引き抜くところが書ききれていないので、これから一緒に一段ずつ編んでいこうと思います。で次は側面を編んでいきます。この鎖から始めてでこういう感じに編んでいきます。でこれを繰り返してこういうバッグの形を作っていきます。でまず鎖を4つのうちの3つは長編み1本の代わりで、もう1つは横幅の分で合わせて4つで鎖を4つ4で下から4つ目にマーカー
で次は鎖の根元から1つ飛ばして2つ目に長編み。まず鎖の根元はここで、ここから1つ飛ばして2つ目に長編み。1、2、で次も長編み。でもう1本、長編みは全部で3本。で次は鎖2つで、足元は2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。でまた鎖2つで、また足元2つ飛ばして3つ目に長編み。で次は長編みを全部で3本。今1本、次は2本で3本目。これで3本で、この2つ開けるのが終わったら、次は鎖1つ開けるパターン。鎖1つと足元1つ飛ばして2つ目に長編み。ここが2つ飛ばして、次は1つで、長編みは3本。これが2本目で、次は3本目で、また鎖2つと足元2つ飛ばして3つ目。足元1、2、3で、また鎖2つ、足元3つ目で、長編みは3本と、2つ開けるのと、次は1つで2つ2つ、次は1つ。これを繰り返していきます。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目で、長編みは3本で、次は鎖2つ開けるパターン。1、2、足元1、2、3で、これを繰り返していきます。2つ開けるの2つ、1つ開けるの1つ、2つ開けるの2つ、1つ2つ2つで編んでいきます。ぐるっと編んできたら、最後は長編み2本で、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで1周目が終わりました。で次は2周目。2周目は鎖を3つ、1、2、3でマーカー
で次は長編みを1本で、次の長編みはこの四角の中に針を入れて長編みを編みます。四角の中で、次は下の長編みの上に長編みをもう1本これで鎖を含めて長編みが3本分で、長編み3本になったら花びらを作ります。まず鎖を5つ12345で、細編みを3つこの四角の隅とあと真ん中と隅四角の隅こことこことここに細編みをします。四角の隅で、次は真ん中長編みの上で、こっちの四角の隅で、これで細編みが3つで、次また鎖を5つ12345で、鎖を編んだら次のこの長編み3本と3本の間に長編み3本こことこことここまずこっちの3本のうちの3本目の上で、細長い四角の上で、次の3本のうちの1本目これで長編みが3本で、3本編んだら次の花を編んでいきます。花と花の間は長編み3本で、鎖5つと細編み3つで、細編み四角の隅長編みの上で、四角の隅これで細編みが3つで、また鎖を5つで、鎖5つ編んだら真ん中に長編み3本これで長編み3本で、長編み3本編んだらまた花を編んでいきます。鎖5つ細編み3つで、鎖5つで、細編みで、鎖5つで、長編みを3本長編み3本編んだら鎖を5つ細編みを3つ鎖を5つで、長編みを3本これを繰り返していきます。
2周目の終わりでは細編み3つの後に鎖を5つで、このまま最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。で、これで模様が揃ったので3周目を編んでいきます。で、3周目はこの部分、これちょっと間違ったんですが、最初の鎖は4つ、鎖を4つで、下から3つ目にマーカーで、足元は1つ飛ばして2つ目の長編みの上に長編み、1つ飛ばして次の長編みの上で、次はこの細長い花びらのこの鎖の下に針を入れて長編みを2本、この花びらの中に針を入れて長編みを2本、まず1本目、鎖の下で、もう1本、編みにくい時はちょっと編み地を下に引っ張って編んでいきます。で、鎖を2つで、細編みの真ん中に長々編みを1本、この細編みで、長々編みは針に糸を2回絡めて、で、真ん中の細編みで2本ずつ引き抜きます。これで上の花びらで、もう1枚鎖を2つで、下の細長い花びらの中に長編みを2本で、長編みは3本の塊で、今2本なのでもう1本、この長編み3本の塊の1本目の上に長編みを1本、これでまた長編み3本の塊ができました。で、次鎖1つ編んでまた長編み3本の塊を作ります。まず鎖を1つで、次は長編み3本の塊、下の長編みの3本目で、あと長編みを2本、2本はこの細長い花びらの間に針を入れて、で、長編みを2本で、また上の花びら鎖を2つで、細編みの真ん中長々編みで、もう1枚の花びら鎖を2つで、花びらの中に長編みを2本で、長編みは3本の塊にします。下の長編みの1本目で、鎖を1つでまた長編み3本の塊で、あと2本は花びら
れで長編み3本の塊で、また上の花びら鎖を2つで、長々編み真ん中で、もう1枚鎖2つの長編み2本で、これで長編みが2本で、もう1本は下の長編みの1本目、これで長編み3本の塊で、またここに長編み3本で、また花びら鎖2つの長々編み3周目の終わりは長編み2本の後に最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで鎖を含めて長編み3本分で、こっちも3本、こっちとこっちで3本の塊、これで模様がつながったので、次は4周目で、4周目はこの下の花と花の間に花を作ります。上の花の下の花びら、こう編みながら花びらを作っていきます。で、また花と花の間に花で、下の花びらで、まず鎖を6個で、鎖を6個で、下から4つ目にマーカー1、2、3、4で、次はこの花の手前に長編み3本の塊、ここに長編み3本の塊、花の右上、まずこの長編み3本の3本目と、あとこの花びらの中に針を入れて長編みを2本で3本、まずこの3本目で、次は花びらに2本で、これで鎖の後に長編み3本の後は
鎖を1つで、また長編み3本の塊。まず花びらに2本で、1本目の長編みの上に1本、これで長編み3本の塊が2つで、次は今ここを編んで、次は花の下の花びら、まず鎖を2つで長々編みで、また鎖2つで花びらを作ります。まず鎖2つ、1、2で長々編みで、また鎖2つで、次はこの花びらの右の角に長編み3本の塊、3本の3本目と花びらの中で、3本編んだら鎖1つとまた3本で、次は花びら、花と花の間に花で、こっちも花と花の間に花を作っていきます。で、ここは花びら、鎖を2つで長々編みで、鎖2つで、次は長編み3本の塊で、次は鎖を1つで、また長編み3本の塊で、次は花びら、鎖2つで長々編みで、鎖2つで長編み3本で、次は鎖を1つに長編み3本で、次は花びら、鎖2つで長々編みで、また長編み3本で、鎖2つ長々編み4周目の終わりでは長編み3本の後に
鎖を2つで、最初の鎖の下から4つ目に引き抜きます。1、2、3、4つ目。これで模様がつながったので、次は5周目。5周目はこの2周目と同じように花の中心を作ります。細編み3個で花の中心を作っていきます。で、最初は3つではなくて細編み2つで、ぐるっと編んで最後に1つなので、まず鎖1つで立ち上がって細編み2つで、鎖を5個と長編み3本で、まずここ鎖1つで立ち上がって根元に細編みで、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。で、次は下の四角の隅に細編みを1つ、これで細編みが2つで、次は鎖を5個1、2、3、4、5で、鎖5個編んだら長編み3本の塊、こことこことここ、こことこことここ、まず下の長編み3本の3本目で、細長い四角で、次は長編みの上これで長編み3本の塊で、次はまた細長い花びらを作ります。鎖を5個1、2、3、4、5で、この花びらに細編みを3つ、こことこことここ、四角の中に針を入れて細編みで、真ん中に細編みで、もう一つ四角の中で、もう1枚細長い花びら、鎖を5個で、長編み3本の塊、こことこことここ、これで長編み3本の塊、こういう感じで編んでいきます。次また細長い花びら、鎖を5個で、細編み3つこれで3つで、次また細長い花びら、鎖を5個で、長編み3本の塊、こことこことここ、で、また花びら、
細編み。で花びら鎖を5個で長編み3本の塊、こういう感じでぐるっと編んでいきます。5周目の終わりでは長編み3本の後に鎖を5個、4、5、長編み3本鎖5個で四角の隅に細編み、鎖の後にそのまま四角に針を入れてで細編みで細編み1つした後に最初の細編みに引き抜きます。これで最初の細編み2つと合わせて3つで、また模様がつながったので、次は6周目。6周目はこの下から2つ目の花の上の花びらを作っていきます。今鎖を6個編んで、また長編み3本の塊を編んで上の花びらを作っていきます。でまず鎖を6個、1、2、3、4、5、6で下から4つ目にマーカーで、次はこの下の長編み3本の塊の前後に長編み3本の塊、こことここ、この長編み3本の前後、こっちで見るとここにここ、まず1本目はこの下の細長い花びらの中に長編みを2本、この鎖の下に針を入れて長編みを2本で、下の長編みの1本目に長編みを1本、これで長編み3本の塊で、次は鎖を1つで、また長編み3本の塊、3本のうちの3本目に長編みを1本で、花びらに長編み2本、これで3本の塊が2つ。次は上の花びらを作ります。鎖2つと長々編みで、長々編みを入れる場所は3つのうちの真ん中で、鎖2つ、真ん中に長々編みで、鎖2つで、また細長い花びらに長編みを2本で、下の長編みの1本目、
これで長編み3本の塊。これは3段目と同じです。で3本編んだら鎖を1つで、また3本の塊。これを繰り返して1周します。6段目の終わりでは長編み3本の後に鎖を2つで、最初の鎖の下から4つ目に引き抜きます。これで花が出来上がって、で他と模様がつながったので7周目を編んでいきます。7周目は上の花の下の花びらを編んでいきます。間には長編み3本、鎖を含めて長編み3本分、こっちも長編み3本3本で花びら3本3本花びらと編んでいきます。まず鎖を3つ、鎖3つ編むんですが、この花びらの中から鎖を出したいので、まずこの花びらの中に針を入れて糸を引き出してで引き抜きます。かぶせるようにして引き抜いて、でこれでこの花びらの中から鎖を3つ、1、2、3、3つ目にマーカーで、次は長編みを2本、この花びらに長編みをまず1本で、これが長編み1本の代わりなので、これで長編み2本分で、もう1本は下の3本の1本目の上に長編み、これで鎖を含めて長編み3本分で、次は下の花と花の間に花を作ります。下の花びらは鎖2つと長々編み、でまた鎖2つで、次は長編み3本の塊、下の長編み3本の3本目に1本と花びらの中に2本、でまた鎖1つの長編み3本で、こんな感じで編んでいきます。これを繰り返していくだけなんですが、一応この最初のところだけ出だしと最後だけもうちょっと続けてやっていきたいと思います。7周目の終わりは長編み3本の後に鎖を1つで、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。
これで長編み3本の塊と鎖1つと長編み3本の塊で模様がつながったので、次は8周目。上の花の真ん中を作っていきます。鎖3つと、あと花びらの分の鎖5個で、細編み3つ、鎖5個で長編み3本の塊、花びら、細編み、花びら、長編み3本と編んでいきます。で、まず鎖を3つで、下から3つ目、1、2、3にマーカーで、次は花びらの分の鎖5個、鎖3つのまま5個、1、2、3、4、5で、トータルで8個、1、2、3、4、5、6、7、8で、このままこういう感じで細編みを編んでいきます。四角の隅、真ん中、四角の隅、こういう感じの花びらで、次また鎖5個で花びらを作ります。で、長編み3本の塊で、また花びらと編んでいきます。1周したらまた終わりの方を編んでいきます。8周目の終わりは細編み3つの後に鎖を5個、1、2、3、4、5で、この最初の鎖を含めてここに長編み3本を作ります。まずこの下の長編みの3本目と、この細長い四角のところで、ここに3本の塊を作ります。で、鎖5個編んでから、この長編みの上に長編みで、この細長い四角にも長編みを1本で、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで鎖を含めて長編み3本分で、次は9周目、花の上の花びらを作っていきます。間には長編み3本の塊が2つ。まず最初に鎖を含めて長編み3本分、まず鎖を3つ、3つ目にマーカーで、この下の細長い花びらの中に長編みを2本で、もう1本、これで長編み3本分で、次は上の花びら、鎖を2つで、長編みで、また鎖を2つ
で長編み3本の塊で、こんな感じで1周していきます。9周目の終わりでは長編み3本の後に鎖を1つで、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで長編み3本の塊と細長い四角と長編み3本の塊で、これで模様がつながったので、次は10周目で、花3つ分だとちょっと浅かったので、もうちょっと編んでみようかなと思います。こっちは、3つ分で大丈夫かなと思ったんですが、こっちはもう少し編んでみます。で、これから編むところは下から2つ目の花と同じように編んでいきます。まず鎖6個から始めます。でその時にこの細長い四角から鎖編みをしたいので、この四角に針を入れて、で糸を引き出して、この2本をかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出てきました。でここから鎖を6個、3、4、5、6で、下の花のこの右上に長編み3本の塊、まずこの3本のうちの3本目と花びらの中に2本で、次は鎖1つでまた長編み3本の塊で、ここに長々編みを編んでいきます。花びらを作るので鎖2つとで長々編みで、また花びら鎖2つとで長編み3本の塊で、また鎖と長編み3本で花びら長々編みで、こういう感じで1周します。10周目の終わりは長編み3本の後に鎖を2つで、最初の鎖の下から4つ目に引き抜きます。1、2、3、4で引き抜いたら、これが花の中心になります。これが花びらで10周目が終わりました。で次は11周目、鎖1つで立ち上がって細編みを2つ
で花びらになる鎖5個、長編み3本の塊で鎖5個、細編みと鎖5個で繰り返していきます。ここと同じです。まず鎖1つで立ち上がって、鎖1つと根元に細編みで、ここにマーカーで四角の中に針を入れて細編みを1つ、これで細編みが2つで、次は細長い花びら、鎖を5個で、ここに長編み3本の塊で、また花びら、鎖5個で、細編みで、また花びらで、長編み3本で、こういう感じで編んでいきます。で、ぐるっと11周目の終わりは長編み3本の後に鎖を5個で、四角の中に針を入れて細編みを1つで、最初の細編みに引き抜きます。これで細編みが3つで、花の中心になります。次は12周目、花の上の花びらを作っていきます。ここと同じです。で、鎖を6個で、下から4つ目にマーカーで、下の花びらの中に長編みを2本で、3本にするので、ここにも長編み3本の後は鎖を1つで、また3本の塊3本で、次は花びらを作ります。鎖2つで、長々編みで、もう1枚鎖2つで、3本の塊で、これでぐるっと1周します。12周目の終わりでは長編み3本の後に鎖を2つで、最初の鎖の下から4つ目に引き抜きます。1、2、3、4これで12周目が終わりました。
でこの段階で花の模様は1234でそこは含めずにだいたい17センチぐらいで、ちなみに横幅は25センチぐらいで、もう少し深くしたい時にはもうちょっと編んで、一応今回はこれぐらいで上のハンドル部分を編んでいこうと思います。でまず細編みをしていきます。鎖を1つで、今までは細編みの根元に細編みを編むんですが、この最後の上ではこの長々編みの代わりの鎖4つを飛ばして、ここに細編み2つ、ここは飛ばして次から細編みをしていこうと思います。根元ではなくて四角の中で、これが1つ目なのでマーカーで、もう1つ四角の中、これで2つで、ここからは長編み1本に1つずつで、四角いところには1つ、細長い四角には1つ、長編みの上に1つずつで、次は花びらの四角、ここにも細編み2つで、真ん中の長々編みは飛ばして、次この花びらに2つ、ここは飛ばしてこっち1212で、これからはまた1つずつ長編みの上で、四角の上で、長編みの上で、花びらの四角には2つで、長々編みはジャンプして次の花びらの四角、ここが鎖2つなので、その上には細編み2つになります。で、長編みの上には細編みを1つずつで、次また花びらの四角、鎖2つなので細編み2つで、長々編みはジャンプして細編み2つで、これで繰り返していきます。で、最初のところまで編んでいきます。細編みで一周してきたら、最後は花びらの四角に細編みを2つ入れて、で、最初の細編みに引き抜きます。ここはジャンプして最初の細編みで、次は
ハンドルの部分に移ります。でこっちの方はこの2本一緒にしているうちの濃いピンクの方で編んでいます。でもし色をこことここを色を変えるときにはこのタイミングで色を変えて編んでいきます。でこのままの場合はこのまま細編みをしていきます。ハンドルをつける位置にマーカーをつけていきます。でこれは好みなんですが、今回私は端から12目目、こっちも12目目で、間は15目ぐらいで、長さは 6.5 ぐらい、真ん中は10センチぐらいで好みで決めていきます。鎖を1つ、根元に細編みで、次もで1個目にマーカーをつけておきます。で次もでマーカーの手前まで細編みをしたら、ここからは鎖編みをしてハンドルを作ります。でこれも好みの長さです。で編んでみます。鎖編みを24目編みました。これぐらいでやってみようと思います。多分これだとだいぶ短めの感じになると思います。これは好みで長さを決めてください。でマーカーの隣の目に針を入れて、で細編みでくっつけます。ここがねじれていないか確かめて、で針を入れて、で糸は向こう側でこのまま細編み、これでくっつきました。でこのマーカーが必要なくなるので、この鎖の最後の鎖、ここにマーカーを移しておきます。次に編むときに縮んで編みにくくなるので一応つけておきます。こっちも最初の鎖にマーカーをつけておきます。でこのまま反対側のこの反対側のマーカーのところまで細編みを続けます。で反対側まで来たらまた鎖を編んでいきます。で最初の鎖にはマーカーを移してつけておきます。でこのまま26で反対側にくっつけます。鎖編みを2箇所編んだら最初の細編みに引き抜きます。これでハンドルの1周目が終わりました。で次は2周目、鎖を1つ、根元に細編みでマーカーで、ここからまた根元まで細編みをしていきます。
この角はジャンプして、こことここを一度に引き抜きます。角の手前で、次は角の向こう側の一つ目の鎖で、これを一度に引き抜いて減らし目で、ここからは普通に一つの目に一つの細編みで、反対側まで来たらマーカーのついている最後の鎖から糸を引き出します。この最後の鎖、糸を引き出して、で次はこの角はジャンプして、ここ端から見ると1、2、ここに針を入れて糸を引き出します。でこれを一度に引き抜きます。これで減らし目。ここからは一つの目に一つの普通の細編み。これで反対側まで編んでいきます。スタート地点まで戻ってきたら、このまま糸を切って、で針で糸始末をします。で15センチぐらいで、この最後の細編みから糸を引きます。で針で、これが最後の細編み。これはマーカーがついているところは最初の細編みで、その隣端から1、2、2つ目の細編みの頭に手前から向こうに針を入れます。でこのマーカーはいらなくなって、で最後の細編みに戻ります。最後の細編みの上からよいしょ。でこれが今渡した糸が一目に見えるように大きさを揃えて、で裏で何度か行ったり来たりして、で固定して隠します。で糸を切ります。で最後にハンドルの内側を細編みで一周します。ここら辺からスタートしたいと思います。下のところの新しい糸を持ってきて、後ろに添えて糸を引き出して、で鎖を一つ、根元に細編みで、この糸端は編みくるんでいきます。でこのまま次のこの角まで編んでいきます。
角の手前まで来たら、こことここら辺から糸を引き出して一度に引き抜きます。まずこの角の手前に細編みして、で次はここだとちょっと目立ってしまうので、ちょっとずらしてこの細編みの真ん中にした方が目立たないかなと思います。次はここら辺で、これを一度に引き抜きます。こことここで減らし目、ここからは一つの目に一つの細編みをしていきます。ここに鎖があるので一つずつで、また次も次もで、このまま内側を細編みで一周します。ここまで編んでいきます。反対側の角でもここには同じように細編みをして、でこの角ではこことここを一度に引き抜きます。でこの時もちょっとここだと目立つ時には糸1本内側に入れて、で糸を引き出して、でもう1本は角を曲がって1つ目の細編みの上で、これを一度に引き抜いて減らし目で、ここからは普通の細編みで、最後は針で糸始末をします。15センチぐらい残してさっきと同じことをします。端から1に2つ目にで、手前から向こうで、最後の細編み上からで引き締めて大きさを揃えます。これをさっきと同じように裏で糸始末をします。で、何度か行ったり来たりします。
こんな感じに出来上がりました。で、出来上がりのサイズはだいたい25センチの深さが、底は含めずに18センチぐらいで、底の長さはだいたい22センチぐらいで、幅は5センチぐらいで、ハンドルはだいたい14から15センチぐらいで、この模様でバッグを作ったのが初めてだったんですが、すごく可愛く出来上がりました。で、よかったら登録と高評価をお願いいたします。